おります。いやー、こんばんは、西川貴教です。さあ、ついにこの日がやってまいりました。これからこの山下ふ頭で僕らが愛すべきあのガンダムが動き出します。その会場となりますのがこちら、ガンダムファクトリー横浜ということで、早速中に伺ってみたいと思います。いや、もう楽しみで仕方ないでしょ。もうね、いや、もうなんかね、このね、関係者の皆さんを待ち受ける緊張感だった中を僕はニヤニヤしながら通っておりますけれども、さあ、ということでこれヒストリー・オブ・デベロップメントということでございまして、こちら入り口ね、こちらなんですけれども、写真でこれでの制作過程がパネルになってます。これこうやった過去の遺物としてパーツが発見されたものを、復元させていくというのが今回のプロジェクトのテーマになっておりますということで、壁にはね、製造過程、全部がね、こうやってもう気分がどんどん盛り上がってくるわけでございますね。これね、頭がこう乗っかったりとかしてって、そしてこれを見ながらやってきたよ、アイド参りました。全高 18m 動くガンダムでございます。明日から一般公開ですよ。それに先駆けて我々は場内に入場してまいりましたたまらんね。いやー、これですよ。今日また最高なんですよ。風もなく晴天、夕暮れバッチリねえ、ということでございまして、本当にご覧いただいた通り、周りにねデッキもついたりとかしまして、ああいったところに登れると、いや、たまらないんですけども、さあ、まもなく目の前にそびえるこの巨大なガンダムが動き出すわけでございます。その歴史的な瞬間をみんなで一緒に目撃したいと思います。いきますよ。1979年に放送されたロボットアニメの金字塔「機動戦士ガンダム」。人類が宇宙に暮らす時代の戦いがリアリティを持って描き出された。こいつ動くぞ。モビルスーツと呼ばれるロボットはヒーローではなく工業製品だ。兵器として同じものが多数作られる量産型という設定も斬新だった。いつかモビルスーツをガンダムを作れる未来が来るかもしれない。少年少女は夢を描いた。その夢の勢いに乗ってガンプラブームが到来。自分の手でガンダムを作る。ガンプラは今や世界で親しまれるホビーとなった。 Do you like Gundam? Designs are really cool. 放送30周年の2009年、東京お台場にアニメと同じ18メートルのガンダムが出現。少し動いた。そして2020年、横浜山下ふ頭。40年の時を超え、巨体がついに動き出す。アニメの夢を現実に。ガンダムに憧れた技術者たちが前代未聞のプロジェクトに挑んだ。本当に動くのかって思いながら。さらにガンダムの生みの親、富野義行監督の目が光る。やっぱりガンダム40メートルにしましょう。監督、それは無理です。そして出来上がった技術と情熱の結晶、18メートルの巨体が目覚める。その瞬間を目撃せよ。初公開のアクションも登場。横浜ガンダムは伊達じゃない。 RX78F00 ガンダム、いきまーす。横浜の海と夕暮れを背景に立つガンダム、信じられない光景が目の当たりにしてますよ。これもうすごい現実なんですよね。現実ですよ。信じられないこれからガンダムが動き出すその瞬間、生中継でお送りしてまいりますが、今日はですね、100体以上のガンプラを持ってらっしゃるというこの方にもお越しいただきました。はい、はじめまして、本郷かなたと申します。よろしくお願いします。今日も最近作った、ガンプラ持ってきました。
しかもファーストだしね。でも世代的にはもっともっと若いガンダムじゃないんですか？好きいやなのって。僕はガンダムもちろん大好きなんですけど、ファーストから入ったので宇宙世紀作品が特に好きですね。そうなんだ。ということで、今もう後ろにガンダムが立ってます。動き出すところ、これからですよ。はい、今日は呼んでいただけてめちゃくちゃ嬉しいです。なんて素敵な番組なんですか。でしょ。僕もちなみに私事ですけども新しいパンツと靴下でやってまいりました。すいません。気合が入ってます。もうやっぱね神聖なものですから。そうですよ。ありがとうございます。いやもうネット上もね早くも動き出しましたね。やっぱりね。ものすごい興奮してますね。ガンダムの知識がないけれども動くガンダム見たい。いやいいのよそれで。ね。そっから入りましょう。何でもいいんです。説明していきますんで。はい。さあ、現在我々がいる場所は横浜の山下ふ頭にある特設会場です。アニメ作品の放送の40周年のプロジェクトとしてこの動くガンダムが作られまして、明日からですね1年半にわたって一般公開されるんですね。ずっとあればいいのに。ずっとあり続ければいいのにと思ってますね。本当にね。ということで巨大なモビルスーツがいよいよ動くわけでございます。もうね動機が止まらないですよね。ハーハーしてますよね。カンタ君大丈夫？しかもですね、なんていうか日本を代表する企業、国内屈指の企業10社以上が集まってようやく実現したと。もう日本の工業技術の結晶ですからね。もうねものづくり日本ですよ。素晴らしいです。お台場のガンダムと違って格納庫がねドックがついたりとか、ホワイトベースみたいにねこれやっぱりある種メンテナンスだったりとかをね。いやそうです。だからイメージさせますよね。西川先輩。来た。先輩西川先輩。来た。部長。笑顔ですよ。私実況リポートを担当いたします吉本プラモデル部部長の鉄夫プライムでございます。よろしくお願いします。はい、私は今そのガンダムのもう本当に足元に来ております。どうです。18メートル本物のガンダムのこの迫力ね。たまらないです。ついに宇宙世紀という歴史の中に横浜が刻まれようとしておりますよ。どうよこれいつもねほら144分の1作ったりとかしてマスターグレードとかねありますけど、18メートルでございます。この瞬間我々40年待ちました。ですよね。最初のガンダムと出会ってから40年ですよ。西川先輩。いや本当に胸が熱いです。はい、もうランバラルの年を超えましたよ。とっくに超えてます。もうねそうなのよ。大人になっちゃったんですよ。大人になっちゃったんですよ。そしてこの実物大ガンダムが動きそして歩くわけです。いや楽しみ。歩くだけで感動するのは本当ガンダムと我が子ぐらいなもんですよ。本当の通りです。すごい。そしてこちらの方も来ていただきましょう。さあこちらがですね G ドックと呼ばれる保守点検用の設備なんですよ。やっぱりガンダムは精密な機械ですのでこちらのドックの方でメンテナンスをするということでございます。いやもう全部がたまらないですね。いいでしょ。たまらないでしょ。そしてこちらの方に来たらですねガンダムのパーツとパーツの隙間から接続部分とかが見えたりするわけですよ。いいよねこれ。いいよね。いいでしょ。よく見てもねでっかいポリキャップとか入ってないんですよ。ないよねないよね。ちゃんと全部メカなんです。ちゃんとメカ中詰まってるんですよね。そうなんです。それは親父が熱中するはずだ。詰め込んでくるな。はい、いい大人が。そうなんですよ。そして今日はですね、この後も会場のいろいろな場所からリポートをいたしますので、ぜひお楽しみにということでございます。お願いします。これ汚しの参考にもなるな。さすがだ。興奮してますね。さすが。さあそれではですねガンダムが動くまでの番組の流れご紹介いたしましょう。こちらです。11時からですねセレモニーが開始となります。実はですね明日からの一般公開に先駆けてオープニングセレモニーが行われます。ガンダムの生みの親ですね富野監督も挨拶されるそうですね。これスタートするんですけど富野さんがお話し始めて数分で終われるんでしょうかね。そうですよね。誰がどう時間キープするのかね。一晩かかるんじゃないかと僕は心配してるんですけどもそして17時20分ガンダムが起動。はい、今回 NHK ではガンダムが動く瞬間余すことなくお届けするために12台のカメラをご用意いたしました。それではカメラを切り替えながら会場の様子ご覧いただきましょう。もう紅白の準備もこれからだってところですよ。カメラねかなりの台数です。はい、渋谷にあるカメラを全部持ってきましたね。ブレーンカットです。NHK エンタープライズの方も使ってな。総力上げてるんじゃないかというぐらいでございますね。さあ
さあ前傾です。足からいやもういいよコね。ックピットも唐田君どうですかこれ。いやめちゃめちゃたまらないですね。はい後ろから後ろからもたくさんカメラ用意してくれてありがとうございさあます。右下はガンダム起動まで40分ということです。限られた時間でございます。あここもなんでしょうね。オペレート室ですかねこれね。こんなところにまでカメラを。うわーもう待ち遠しいたまらんす。ですあそこのダクトから何が出るの？もう NHK の選ばれしカメラマンによるもう優れた映像で。いやもう本当に、はいねえちょっともうちゃんと録画してきましたから僕も。そうですか。もちろんです。珍しいんじゃないですかその手前の番組からいや珍しくないです。そうですか。はい。BS プレミアム最高っす。いやさあそれではですね、すでに動くガンダムの映像はニュースなどでも流れて、大きな話題となっていますが、その全貌がね見られるのはこの番組だけです。そしてまだ公開されていないすごい動きも余すとこなく見せてしまうということでございますので。いやもうたまらんもう本当にということでセレモニーが始まるまで動くガンダムの見どころご紹介してまいりたいと思います。より深く動くガンダムを楽しむために製造現場の様子など取材 VTR でご紹介しながらその見どころに迫っていきます。いや唐田君、山下ふ頭に飛び立つガンダム、ねやっぱりもう見てるとね迫力もあるんですけど、まだねなんかねちょっと実感がまだなんかねそうですね本当にどうですか。本当に、ね、こんなに大きい1分の1のものがこっちかこんなに大きいものが動くなんてめっちゃワクワクしますね。ねえいやたまんないっすよ本当に。ちょっとその設定で比べてみましょうか、はいはいはいアニメのものと。こちらがアニメですね、はいそうですね。でこちらが今回の山下ふ頭版ということです。なんかすごくスリムになってる感じですよね。そうなんですよねそうやっぱ軽量化だったりとかいろいろねアニメの設定よりもねやっぱスリムもそうですけれどもやっぱり各パーツのバランスなんかもねだいぶ違いますもんね、はいシリンダーだったりとかこうやっぱ逆にこう出ててさらにもうこうメカ感がなんかリアルな感じがして僕こっちの方が好きっすよ。確かにそうですね。だよね現代的でかっこいいです。いやーもうまさにですねこれ本当に動かさなくてはいけないので、いわゆるこう軽量化とか関節に負担をかけないためにするにはどうすればいいかと悩み抜いて作られたわけですね。改めてそのサイズいきましょうか。全高高さが18メートル、はいアニメの設定では重量というのは 43.4 トンでした、はいちなみにお台場の時は38トン、あ結構あるんですね。立像の時は、はいで今回はどのぐらいの重さかと言いますと25トンだいぶ軽量化スリム化したね。というわけですよね。はいフォーミュラーカーみたいですよね。そうです、もうあるよね本当に技術の粋、削れるところは削って動かすとなるほどいうことで、はいその軽量化されたとは言いましてもあれだけ巨大ですからそうなんです。手足どうやってどういう動力で動かすのか、まずはですねガンダムの関節に使われた技術をご覧いただきましょう。およそ1年前茨城県のとある施設にガンダムのパーツが続々と運び込まれた。高さ18メートルの巨体を収容できるこの場所で一旦組み立てプラン通り動くかどうか動作試験を行うのだ。ガンダムの操作は外部から行う。遠隔制御盤を立ち上げ試験開始だ。鳴り響く警告音。異常発生。配電盤に人々が群がる。配線に不具合があるようだ。 MT の25だから SV の23あれガンダムの全身に電力と制御信号を送るケーブルはその数1500本にもなる。ひとたび問題が起これば1本ずつ地道にチェックし原因を見つけ出すしかない。サーボオンします。点検に2時間半をかけようやく試験が開始された。技術者たちが見守る中でガンダムは動いた。
今回のプロジェクトを率いたのがテクニカルディレクター石井明則さんだ。石井さんは動くガンダムの内部構造メカニズムを設計した。建設機械の開発で培ってきたノウハウが存分につぎ込まれている。緊張感しかないですねうまく動いてくれればいいですよ。少年時代ガンダムに夢中となった石井さんたちが目指したのは18メートルをただ動かすことではない。行きます。ロボットとしてのかっこよさと兵器としてのリアリティを感じたガンダムらしい動きを作ることこそ目標だ。アニメで見たガンダムのような動きを実現するためコンピューター制御の精密モーターが採用された。産業用ロボットなどに使われるマイクロレベルの動作を可能とするモーターと制御システムである。実物大ガンダムの可動部は36箇所に上る。産業用ロボットのように全てを精密に制御しガンダムらしい動きを作り出すのだ。18メートルもの大きさでこれほど多くの箇所が連動して動くロボットは世界初の挑戦だ。夢を動かすには精密モーター以外にも必要な技術があった。モーターと組み合わせてその力を増幅する減速機である。減速機は歯車などを組み合わせ回転する速度を落とすことで回転する力トルクを増幅する。例えば回転速度2分の1だとトルクは2倍となる。これまでの減速機は最大でトルク400倍程度だ。実物大ガンダムのために新開発された減速機は前代未聞のトルク1000倍。トップレベルの技術が可能としたガンダム専用減速機である。ガンダム専用減速機は肩と膝などの関節に組み込まれた。しかし1000倍の減速機をもってしてもパワーが足りない箇所があった。力が集中する足の付け根の関節だ。長さ10メートル重さ5トンの足全体を持ち上げなければならない。これを可能にしたのは電動シリンダー、大型の作業機械に使われるものだ。稼働範囲は限られるが強い力を発揮する。要素技術としてはその各社さんがこれまで日本の企業さんが積み重ねてこられた技術が詰まってる。今回はまあそれをこう合わせて動かして見せると今まで感じたことないエンターテインメントになったっていうところが一番面白いところかなとは思ってます。技術の粋を組み合わせて作り上げられた高さ18メートルの動くガンダム。静かに目覚めの時を待つ。どうですか。もうだってあそこに全部詰まってるわけでしょ。そうですよ。たまんねえな本当にもうね。さあこちらですね、モーターと減速機が使われている関節、これだけあるわけですね。動かそうと思うと本当にこれぐらいになっちゃうってことなんですよね。で特にですねこの肩と膝ですか、新開発されたものです。1000倍の減速機。なんとこのガンダムのために新しい技術が生まれちゃったわけですよね。もう国内最大のトルクだそうです。すごいよね。いやもうここの部分から見てても肩の張り出しとかありますからね、膝もそうですけど、これでも本当にフォルムが本当に動くためについてるんで、むしろこれなんか意味があってむしろいい、グッとくる、好き。動かすためにはこのデザインと。原田君どうよ。いやすごいなるほどなっていう
感じですごいマジでかっこよくていやさっきの V もあれですよね、なんかこう連邦のベテランメカニックたちのドキュメンタリーを見てるようでめちゃめちゃワクワクしました。ね、最初の本当にこうなんかね、こう計画の発起人からそれを受け継いだ技術者の皆さんの本当にインタビューみたいですもんね。かっこよかったですね。たまんないな本当に。あと30分ね、そうです。待てない。もう動かそう。横浜の夜景にね、綺麗、似合いますね。映えてるよ。映夕景にえてるよ本当に。いや嬉しいですよ。ツイッターでもこうこの実物で、はい部長、はいはいはい、私は今動くガンダムの頭脳とも言うべき遠隔制御室にやってまいりました。こちらでございます。さあこちらでも今着々と起動の準備が進められております。いや見たい見たい見たいでしょ。ほらちょっと型番がついてる。オペレーション RX78F00 かっこいい。こういうのちょっと男の子テンション上がりますよね。もうこれだけでいい。これだけでご飯食べれる。これだけでいい。白飯が食える。さあ中も見てみましょうか。うわすごいですね。もう中ミノフスキー粒子がすごい濃いです。Wi-Fi みたい。カズレーザーの Wi-Fi みたい。こういうところにも配線とかもありますよ。配線は測るよもう。ガンダムのどっかに使われてるんでしょうか。傘とかも立ててありますね。あれじゃない。ザクのあれじゃない。こうケーブルのもんね。はいすいません。顎の部分こちらでございます。さあそれではスタッフの方にお話を伺いたいと思います。お名前は吉崎と申します。ジョブジョンだそうです。はい。吉崎さん、オリジナルの。はい。で吉崎さんの目の前にもありますけども、こちらは一体何なんでしょうか。これが今回のガンダムを操縦するための制御装置になります。なるほど。こちらが制御装置なんですね。意外とシンプルですねパネルは。いろんな画面がありますけれども。そっちに集約されてるんだ。現在動作前の最終チェックのためにいろんな項目を今確認しているところです。なるほど、今確認してるんですね。ここでこいつ動くぞとか言ってみんな遊んでるんだと思います。やっぱり千葉の名台詞ですね。さあそしてあちらにいらっしゃるのがテクニカルディレクターの石井明則さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ間もなくですけれども現在の状況は一体どういうところですか。そうですね、今動かすための最終確認を行っているところです。最終確認、もういよいよですね。そうですね。間もなく起動ですけれども、今のお気持ちは。緊張、私が緊張してもしょうがないです。緊張してますけどやれることはすべてやったので、あとはちゃんと動いてくれると信じてます。今緊張されてるんですか。はい。それは私が真っ赤なやつを着てきたからやつが来たんだみたいなこと。違うよ。いいですね。そういうことではない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 って普通にあしらわれてるところが。すいません、普通にあしらわれてしまいました。いやいやいや。実はですね、こちらの石井さん、今回のプロジェクトに専念するために勤めていた会社をお辞めになったそうなんですね。他に理由があったのかもしれませんが、深くは突っ込みません。違うよ。さあ人生変えちゃったんですね。どうしてそんなにガンダムを作りたかったんでしょうか。はい、私が小学生の頃まさにガンプラブームを直撃した世代でして、そのモビルスーツのかっこよさに憧れて、将来ガンダムみたいな大きなロボットを作りたいと思ってエンジニアになったんですね。なので今回のこのプロジェクトの話をいただいたときに、一生で一度できるかどうかというチャンスだったので、参加することに決めました。なるほど。前のお仕事もエンジニアをされて、そちらの技術を利用して、前の会社を踏み台にして今の言い方だよ。さあ西川先輩、何か気になることとかってありますか。やっぱりそうですね、これまでいろいろと大変なことはあったと思うんですけども、一番大変だったなってこと何かありますか。はい、そういう意味で言うとですね、技術的にはたくさんもちろん難しいところあったんですけども、今回のプロジェクト実はいろんな分野の重機ですとかロボットですとか建築ですとかデザインですとか、いろんな分野の専門家の方が参加されてるんですね。でそうするとまずそのコミュニケーションがバックグラウンドが違うので、かなりそこが難しくてですね、最初の段階では本当にもうお互いの専門用語がまずわからないみたいなところからスタートしました、会話自体がなかなか成り立たないみたいなところですもんね。専門用語ありますもんね。下手のバミーのところで一礼していただきましてダミーの散髪のところに行っていただきまして、地方の営業の話はいいんだよ。申し訳ございません。他にも何か聞きたいことありますか。そうですよね。だからほらそういった意味でチームとしてやっぱりやっていくわけですから、そういった意味でのそのコミュニケーションの大変さとか、そういうとがもしあれば教えていただいてもいいですか。そうですね、そういう意味で言うと、今回のやはりプロジェクトの大きな一つのやはりガンダムを動かすっていうのがありますので、そのいろんな分野から集まってるんですけど、その大きな目標に向かってみんなが一致団結して進めたということで、そういったコミュニケーションの難しさとかもクリアしながら一つ一つ課題をクリアしていった
っていうところがありますね。みんながガンダムが好きだったから、そうですね、はい、だから自分の右隣のことを右舷って呼んだり左の人を左舷って呼んだりしたわけですよ。いいからいいじゃないそんなことは。ちなみにガンダムほらやっぱり石井さん的に一番させたかったポーズとかあるんですか？そうですね、やはりそれは上下の動きですね。これはですね、なるほど。プロジェクト始めた時に富野監督からもいただいた言葉なんですけど、要はガンダムの大きさを表現する上でやはり上下の動きというのがすごく重要だっていうことをいただいて、でやはり上下の動きをするために動きもそうですけどメカの方もですね G キャリアも含めてかなりそこは苦労した点になるので、ぜひそこを見ていただきたいですね。うわ今までになってねやっぱ首動かすのがやっとぐらいだったところから、上下運動ってこれだいぶ大変、想像できないですもんね。これはすごいことですよね、はい、もう本当ご期待ください。すみません、石井さん忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。佐藤さんに伝えてもらいました。いやツイート上でも技術者のね熱い話が聞けるなんてとか、ガンダムのために会社を辞めた男さすがにかなわんと。いやみんなの人生を狂わしてますからね。もうガンダムでいろんなことをね学びいろんなことが変わりました、はい、さあガンダム起動までは、24分を切りました。そうですね。石井さんやプロジェクトに参加した企業の皆さん成し遂げたのはもう手足が動くだけのロボットではないということなんです、ね、さあどこにも公開されていないという今あったしゃがむ動き現実のものになりました。一体どう動くのか VTR ご覧いただきましょう。来た。キーワードはガンダムらしさ。どんな動きをさせるのか。怯えていやがるぜこのモビルスーツ。大地に立った18メートルの巨体。ガンダムを歩かせろ。このミッションのために実物大ガンダムを支えるサポートメカが開発された。その名も G キャリアだ。 G キャリアは高さ17メートル、重さ140トン。ガンダム本体の腰の部分に接続される。倒れない転倒安定性を確保するというところがまず第一になっているので、そこが最も重要な技術というか。歩いても絶対に倒れない、必ずクリアしなければならない重要な条件だ。 G キャリアの開発は瀬戸内の工業都市新居浜にある機械メーカーの工場で行われた。構内には巨大なクレーンが立ち並ぶ。大正元年に天井クレーン1号機を開発。100年以上の歴史と技術力を誇る。年が明けた1月、この人がここにも現れた。富野監督だ。でこれがですね、このレバーを引いてカッコンと落としてもらうとコンクリート部分にですねアンカーが打てる。へえ、はい、この位置一つにしても、はい、全部慣れ仕事でやってるってのは見えるのよね。そうだからすごいな、本当にすごいなと思う。熟練の技術は富野監督をうならせた。 G キャリアはただガンダムを支えるだけではない。25トンのガンダムを上下させることもできる。そして目指したのがこんな動きだ。手に乗ってください。片膝をついてしゃがむガンダム。ブラボー、行くんだ。こんなところ空気がすぐなくなってしまうぞ。立ち上がるガンダム。重さ25トンを上下させる G キャリアだが、こうした動きを可能とするには一つの課題があった。ガンダムを取り付けると重さで支柱が傾いてしまうのだ。高さ17メートルの先端部はおよそ27ミリ前に動く。わずかな傾斜だが傾いたまま上下させると各部に余分な負荷がかかる。使い続けるうちに不具合が起こる可能性があるのだ。
そこで応用されたのが長い歴史を持つ天井クレーンの技術だ。天井クレーンの梁はわずかに弓なりになっている。荷物を吊った時に水平になるよう設計されているのだ。G キャリアの支柱は 0.1 度後ろに傾けられることになった。ガンダムを取り付けると垂直になる。見事さはこの台座にもあります。でそれは見てほしい。日本の製造業を支える技術が生かされた G キャリア。影の主役だ。横浜山下ふ頭。 G キャリアに支えられた骨組みに外装が取り付けられていく。2020年7月、動くガンダムが組み上がった。はい、今から前に出します。18メートルの巨体が動き始める。 G キャリアと手足の動きが連動することで実物大ガンダムはアニメのように歩きしゃがみ立ち上がるのだ。はい、本日の動きはここまでです。で、今開発中ですので、1軸ずつまだ動く段階なんですけども、ありがとうございました。さあ VTR でご覧いただきました横浜山下ふ頭から中継でお伝えしております。いいガンダム感じに暮れてきてるな。動く、いい感じにライトアップされておりますね。さあセレモニーも始まりそうですね。間もなくですかね。さあそして、大勢の、ね、人がたくさん集まりました。取材者も集まっております。私たちはですね併設されましたカフェの中屋内にやってきました。暖かいです。はい。はい。最初からここが良かった。ツイートにもストーブとかって書いてあったりして。そうなんです。めちゃくちゃ寒かったですよ。手の突っ張りのようになりますよね。本当に屋外ですから。いやガンダム動くっていうワードがいよいよトレンド入りしましたね。すごいよ。行きましたよ。もう立ち上がる動きはまだまだこれから。はい。まだ全然公開されてませんからね。そうですよね。はい。高さ18メートルというのはなんていうんですか、ビルで言いますと6階建てですね。それがしゃがみ込むと4階建てぐらいになるということですので、これ25トンの巨体をですよ、そういう変形させるっていうのは相当大変だったというわけですよね。だって関節の駆動とかどうなってるのかめちゃくちゃ興味ありますもんね。ファンとしてもね、やっぱ金田君も見たいところいっぱいありますよね。はい。いや、そんなしゃがむ動きを作ってるなんて知らなかったんで、いや、そんなことが行われるんだって。ポーズ自体がねまだ公開になってませんからね。そうなんだよな。他にどんなポーズができるのかもね。いや、そう楽しみですよね。そうなんですよ。いや、もうVTR にもありましたけれども、富野監督からやはり上下の動き、石井さんも話していました、強い要望があったそうなんですよね。もう監督現場に来るとね、混乱しかさせなかったですからね。いやもうね本当にしゃがむ動きっていうのは本当にすごいですよね。模型使いながらガンプラって膝がね二重関節になってるんですよ。これ画期的だったもんね。ここも曲がることによってすごいぐにゃーっとほら。これ本郷さんの作ったねガンプラで。正座ができるって画期的でしたもんね。正座ができるんですよね。そうなんですよ。だからこういうガンプラのノウハウなんかも生かされて技術が伝わってるんだなって思いますね。どうなってるんだかねということで。そういう意味ではね、いろいろなほらガンプラ自体も進化してますけれども、そういった意味ではさっき言ったみたいに技術だけじゃなくて日本の技術もね。ここに本当にリアルなね技術が投入されてると、ちょっとライトアップが変わりましたね。いやゾクゾクする。たまらん。もう気が気じゃない。もう軌道が近づいてる感じがしますね。いや楽しみです。さあこれでセレモニーが始まったということになりますね。さあそれではですね、今回の実物大ガンダムどうやって膝を曲げているのか VTR で確認してみましょう。硬い外装に覆われたガンダムの足。ガンプラのように二重関節になっているわけではない。どのように足を折り曲げるのか。こちらは動作試験の模様。
太ももにご注目。太ももの外装が2つに割れた。足を上げるとももの前後の外装がずれていく。すると膝の裏側に隙間が生まれる。この隙間によって外装同士の接触を避けることができる。足を深く曲げることが可能となるのだ。かっこいい、むき出しのシリンダーがなんか余計にこう高まりますよね。なんかねめちゃくちゃかっこよかったですね。ああいうなんか武骨というか、それが見えてるのがいいですね。なんか重機な感じがして、よりこうなんかね実用性が高まってる感じがどんどんしますよね。そうですよね。たまんね激しかったですね。マジでやばいこれ。さあガンダムの軌道がまた近づいているということで、一旦ここでセレモニーの様子見てみましょうか。 NHK にて生中継を行っております。あらかじめご了承ください。さて、去年2019年機動戦士ガンダムはアニメ放送開始から40周年を迎えました。40周年企画の一環とし、18メートルのガンダムを動かそうというプロジェクト、ガンダムグローバルチャレンジが2014年より始まりました。それから6年、ついにその皆さん、佐藤さんの方ですね。リポーターの哲夫部長です。そしてこのポーズはククルス・ドアンのザクです。全然分からなかった。エレベーターの5階に上がってまいりまして、観覧デッキに来ております。はい、こちらは高さ15メートルということで、ちょうどコクピットの高さ、パイロットの気分を味わえる高さとなっております。ここから地上を見ると人間なんてちっぽけに感じます。吉田栄作的なやつ。はい、神優がね、そこの MP って言ったようなね、そんな気分も味わえますけれども。でもハッチがほら近くにあるわけよ。そうなんですよね。乗り込みたい。この臨場感、これたまらないでしょこれ。ちょっともう乗り込みたいよ。乗り込みたいでしょ。そしてそれだけじゃないんですよ。なんと後ろの方に回りますと、ここからだと G キャリアがよく見えるんですよ。なるほど、ここが支えて、これで支えてるんですよね。これ100分の1のガンダムのね、プラモデルの方にも入ってるんですけども、そちらは3つのパーツで構成されてたんですが、こちら本物ですから本当に入り組んで配線とかすごいですよ。はい、リアルです。ざっくりとありまして、はい。いやー、これね、こういうところがね、やっぱりなんか燃えますよね。なんかね、萌えポイント多いでしょ。そしてそちらの本郷さん、本郷さんはやっぱりね、芸能界屈指のガンプラビルダーでございますから、やっぱりここのところね、よく見ときたいみたいなところあるんじゃないですか。もう寄りますよカメラ。あ、本当ですか。関節部とかなんかその構造がやっぱ気になりますね。関節部ちょっと寄っちゃって。肘のこのなんつうんですかね。そうモールドでここよく墨入れするんですけど、それ以上の情報量が。デカールもやっぱね、コーションマークもすごいやっぱ本当にね、実際動くからコーションマークなんですよね。そういう話いきます。1時間喋れますよ。はい。さあ、実はですね、今回実現した動きというのがしゃがむ、立ち上がるというダイナミックな動きだけではないんです。なんとですね、ここからですね、ガンダムのマニピュレーター、つまり手がね、よく見えるんですけれども、こちらの手、なんと指一本一本を自由自在に動かすことができるんです。そうなんですよ。 F00 のね、プラモの方でも再現されてなかった、それよりももっとよく動くんですよ。いやでもこれからほら顔がね、ある種一定なだけに手で表情がね、こういった表情が、ガンダムがね、人間らしく動くためには手の動きすごく大事ですよね。この大きさの巨大ロボットのね、指が全部動くっていう、これはね、世界でも初めてのことです。すごい。さあ、どんな技術で作られているのか VTR をご覧ください。どうぞ。高さ18メートルのガンダムの手。指を伸ばすと長さはおよそ2メートル。人間よりも大きい。手の中に寝そべってください。大丈夫ですね。セイラさんを優しく包み込むガンダムの手。ザクマシンガンを押しのけ、動力パイプを引きちぎる手。そしてビームサーベル。
ガンダムの手の自在な動きは印象的だ。ガンダムハンドの製作を行ったのは展示用の恐竜ロボットなどを作っている会社だ。こちらはティラノサウルスで700キロあります。重さ700キロの恐竜とガンダムハンドは同等のサイズ。しかし200キロという厳しい重量制限が課せられた。恐竜ロボと同じようには作れない。そこで素材は鉄より軽いアルミを採用。関節ごとにモーターをつけるのではなく、指1本につきモーター1機で動かすことで軽量化を行った。しかしハンドには重量以外にも課題があった。骨組みが硬い外装で覆われることだ。手を握ったり開いたりする際、もしも外装同士が接触すると破損する恐れがある。映像回復します。さらにこんなガンダムらしさも求められた。手を開くと反り返る指の形だ。反らせることで関節近くの外装はより接触しやすくなってしまう。微妙な調整が繰り返され、握っても開いても指を反らせても外装同士が接触することなく動くガンダムハンドが完成した。1センチぐらいしか隙間がない状態で動かしてます。例えば2センチ隙間開けちゃうと多分デザインがかなり壊れてしまう感じだったので、そこはなんとかもうこっちのファンの気持ちとしてやってみようかなと思って、はい、狭い部分では外装の隙間1センチ。ハンドの製作は2年がかり。指先まで精密に動いてこそガンダムだ。そして現れた富野監督。自在な手の動きをアニメで演出した男は何を思うか。V サインもできます。これでスピードが2倍近く上がってる感じですね。はい、結構です。これが広がらない？こうは。すいません、この2本の指はもう広がらないですね。本当は V サインをやってほしい。本当はここの付け根、もう一回作り直せって言いたいんだけども、無理ですのでそれは言いません。指を広げるには関節とモーターを増やす必要があり、重量制限に収まらない。 V サインは無理だ。さまざまな制約の中でガンダムらしさを追求した今回のガンダムハンド。アニメの中の光景を現実のものとする。いやー、これだけの工夫があってこの指の一本一本、また監督が制作現場に行ってか乱してましたね。いやいや、なんかこうツイート見てまして、監督の気持ちも分かるっていうようなねつぶやきもあります。いや、作られてる方2年ですよ。2年かけて頑張って作って、よしやっと監督に見せるぞ。いやもう違う、ボイサインしない、作り直せとは言いませんみたいな。どうしたらいいのみたいな。さすがですね。でもやっぱり富野さんはね、本当にやっぱそれぐらいやっぱりね、理想というかこういう風にしてほしかったなみたいなことが終わりなんですよね。やっぱね、その気持ち、理念があるからこのガンダムのねプロジェクトが動いているというような感じでしょうね。ほら、音楽切り替わりましたね。ちょっとね、なんかね、セレモニーどんな状態なんでございましょうか。ちょっとステージ上切り替わりました。
富野監督が登場してお話をしてからガンダムの起動だということですね。続きまして機動戦士ガンダム総監督富野義行様よりご挨拶をいただきます。では言葉耳を富野傾けましょう。様よろしくお願いします。大丈夫？終われるお話。どんなお話されるんでしょうかね。言葉を用意されている感じですよ。よかった、今日はちゃんと原稿があるんですね。ほっとしました。お子様方にはごめんなさいと申し上げます。日本足歩行のできる実物大のガンダムを作れなかったからです。けれど今回制作してこうして展示させていただけた1分の1のガンダムは今まで以上に人の形が素晴らしいということを教えてくれました。この大きさの人型とおもちゃカラーというものがどれほど素晴らしいものであるかということを見せてくれているからです。この大きさの人の形が動いた時の優しさというのは一体何なのでしょうか。皆さんはことにです。お子様方は知っているはずです。新幹線とか新しく作られた自動車とか、それから遊園地の乗り物で知っているはずです。動いても優しい。しかもガンダムはこの大きさでおもちゃカラーので動いたからこそこの動きが優しくって気持ちがいいということを教えてくれたのです。そんなことはこのように作ってもらわなければわからなかったというのが我々大人の立場でした。そういう意味では大人たちというのは想像力がなくって本当におバカさんだったというふうに思っています。今回そのようなことを勉強させていただけたということを本当に嬉しく思っています。見ていってください。ガンダムは優しかったんです。ありがとうございます。富野監督からのメッセージでした。優しさという言葉をね何度も繰り返されていたのが印象的でしたね。そうですね。こちら会場の出口に監督のメッセージが書かれているということでございまして、自立してガンダム歩くっていうことでね、まあもう本当にこうやってたくさんの方に見てほしかったって思いですよね。やっぱり小さなお子さんだったりとかが、さっきもありましたけど、確かにね新しい車だったりとか、まあ新幹線もそうですし、ああいったものが動いてる様ってなんか同時にねやっぱりこうなんか生活の中の一部になって、インフラとしてなんか本当に今や当たり前ですけど、動き出した時の感動ってやっぱ格別なものありますもんね。そうですよね。さあいよいよ起動しそうですね。ちょっと佐藤さん伝えてもらいましょう。ガンダムの方にパイロットが登場しましたね。誰でしょうか。アムロではないようですけれども、クリスマス近いからクリスかな。クリスでもないようですね。はい。どうなったでしょうか。こちらの方はですね、今回のために特別な訓練を受けたテストパイロットさんだそうです。そうだったんだ。さあ今正面のコックピットが開きまして、そして乗り込みました。足めっちゃ熱い。さあこれはですね、今日のセレモニーのための特別演出でございまして、明日からの一般公開では残念ながらパイロットの乗り込む演出はないそうです。はい。さあガンダムの起動まではあとわずかとなってまいりました。制御室の様子はどうなってるでしょうか。ちょっと見てみましょう。見せて見せて。静か。全然躍動してない。そうですね。もうその瞬間を待ってる感じですね。非常に落ち着いてますね。いいですよ。はい。何かちょっと探してるみたいですね。何かを探してるようですよ。何かキャップかな？キャップが外れたかな？キャップでしょうか。それともガンダムをパワーアップするためのテムレイのメカでしょうか。何でしょうか。嘘でしょ。だいぶレトロなパーツになりますけど大丈夫ですか？でもトラブルはなさそうですね。はい。さあどうなるんでしょうか。だからいろいろランプがつき始めてますよ。ほら。かっこいい。光ってる。かなたくんどう？光ってる。そうですね。肩のねランプが光っております。そうですね。その点灯確認しております。ほら一つ一つの動作を確認して関係者の皆さんがこうねデッキから離れていく様もなんか演出として見えますよね。なんかねかっこいい。点灯確認。この暗い中で光ってんのがマジでかっこいいですね。そうだね。
つぶやきも激しくなってきております。ツイートも参りますよ皆さん。目が光ってるとか。カメラの作動状況を確認。ガンダムが動こうとしております。ダクトがなんか光って光りましたね。よりなんか命がどんどんすごいミノフスキー粒子の濃度は大丈夫ですか？確認されてますね。起動に備えて全ての動力を集中させます。ガンダムの内部照明もオフにしてください。たまらん。これ大丈夫なのかな、我々本当にただ見てるだけですけどただの観客になってます。カウントダウン。さあカウントダウンメーターは回りっぱなしです。1分13秒。今一回電源落ちた感じしましたね。電源落ちた感じしますかね。おさあ起動まで間もなく1分になります。起動実験。ガンダムが動きます。見学をされる方は係員の指示に従い安全な場所へ移動してください。おお、高まる。もういよいよあと起動まで45秒切りましたよ。動力が集中している感じがしますね。なんかね。かなたくんどう？サウンドも重厚でめちゃくちゃかっこいいですよね。あと30秒。30秒切りました。なんかエネルギーが集まっていってる感じがすごいします、もうなく15秒を切りますよ。はい。ガンダムの起動実験まであと10秒。カウントダウンです。ミッションコントロールより発令。これより RX78F00 ガンダムの起動実験を開始する。総員配置についてください。繰り返す。総員配置についてください。コックピットハッチ確認。コックピットドアロックセキュア。 G ロック可動デッキスタンバイ。ポート閉鎖完了。 Release the bridge。おお、周りのカタパルトのようなものがどんどん剥がされていきますね。出力異常なし。デッキがオープンしました。お、全容がはい明らかになりました。 G キャリアのストッパーを解除。 Completed. Stopper release。ガンダム起動準備完了。ミッションコントロールからガンダムへ。ガンダム聞こえますか？こちらガンダム、よく聞こえている。自動姿勢制御装置を起動させてください。了解。自動姿勢制御装置を起動する。ガンダム起動。Confirmed. ABC is up and running. 現在のステータスを報告せよ。 All motors are ready and good to go. 両足の減速機は異常ありません。 No problem. エンコーダーパルスは正常です。 No problems found in the auxiliary brake. 全モーターのトラクチ異常ないか？ガンダムの各部干渉はクリアです。 The torque value does not exceed the limit. メインカメラ、デュアルセンサー、どちらとも異常なし。 Proved and transmitting. Please start testing the manipulator's operation. おお。
あら緊急事態緊急事態何だろう警報あら緊急事態というようなアナウンスがありましたね。ねえトラブル発生。緊急プロトコルが作動しました。ミッションコントロール、こちらでガンダムを制御できない。オリジナルの AI が動いている。自動制御装置がオフライン。ガンダムの制御ができないというコメントもありました。ガンダムが今崩れ落ちようとしています。このままでは全重量を支えきれません。緊急停止しろ。一斉に動力を失ったというようなアナウンスでしょうかね。オペレーションシステムを再起動します。まさにですね、今どうしました？起動が止まりました。これでしゃがみ込むんだ。ガンダムが完全停止。あらリブートまで10秒。ガンダム手動による再起動が必要だ。了解。5、手動に切り替える。3、マニュアルで動かそうとしてる。メインシステムが回復しました。出力が戻っていきます。10、ガンダム getting power back。 20。さっさと終わらせようぜ。35。再び立ち上がろうとしています。65、80、100。 Power output has returned to normal。 システムオールグリーン。 We can restart the operation test again. The day has finally come。この堂々たる姿、かっこいい。ガンダムが動きました。残されていないんだ。それにオリジナルの AI もまだ復元できていない。そこにまだ何か秘密があるのかもしれないな。ガンダムの起動実験をまた再開しましょう。速やかに所定の位置に戻れ。了解。また再びね、なんか新たなポーズなのか。機体ナンバー RX78F00 ガンダム起動。軽く膝を曲げて、そうですね、ここから飛び立とうというような感じです。浮き上がるような浮き上がるような感じですね。まさにこうカタパルトから射出されるみたいな浮遊感さえ感じますよね。澤野君のサントラが合うね、これね。ユニコーンだけど。手のひらが開いて、いやオープニングのみのスペシャルポーズで決まりました。ガンダム起動。いやついにガンダムが動きました。本郷さん。はい。いやなんか言葉を発することを忘れても見入ってしまいました。なんか本当にちょっと涙さえ流れるような興奮がありましたね。ただのお客さんでしたね。いやなんかさっきの V とか皆さんが本当にこう苦労されてるのを見たから、いろんな制約がある中でこれだけのものを作り上げるって本当にすごいと思いました。さあ、シークレットライブが始まりました。
うちの同期が歌います。ルナシーの皆さんです。その瞳に浮かんでる空、星星のきらめきは悲しみが深まるほど輝きを増してゆく。それでも僕らは傷ついた想い抱きしめて、いくつもの時のいくつもの痛みをぬくもりを、その想いを離さないで。切なさ愛しさ、君は空はあの星はずっと僕らに降り注ぐよ。思いに結ばれてゆくように、いくつもの空を越え、いくつもの痛みを越えてゆく。その命燃やすように切なさ愛しさ、君は空はあの星はずっと僕らに降り注ぐようにきらめく。君よ空よいつまでも愛の光を閉ざさないで。この旅が果てしない時
ルナシーの皆さんの歌声をお聴きいただきました。はい。さあ、我々は再び中に入ってきました。動いたガンダムの感動がまだ冷めやらぬ中でありますね。そうですね。まあしかもまたね、はい、こうやった生中継の司会を僕、で同期のルナシーの皆さんねお前同い年だったりとかね、はい、本当に付き合いも長いですから、10代の頃、本当に同じようにガンダムで、ファーストガンダムで衝撃を受けて、そこからいろんなものをもらって、でこの年になって、こうやって同じ一つのねイベントでこういった形でそれぞれが一つのものに対してねいろいろ思いをつなげていくと、なんか感慨深いですね、またね一つ。はい。ツイートを見てますとやはり思わずね気持ちが込み上げて涙が溢れるぐらいのねいう人もねいますもんね。もうそうですよね。ずっと感動しっぱなしです。この番組めちゃめちゃ素晴らしいですね。よかった。ゲストにさあその感動もう一度味わっていただきましょう。見たいよ見たい。はい、動くガンダムのパフォーマンスリプレイで振り返っていきます。目に光が入っただけでね。ゾワッとしますよね。横浜の夜景とも相まってこれ合いますね。たくさんカメラ用意してくれてありがとうございます。左足から一歩を踏み出しました。これ別でまたあれじゃない？売れるんじゃないですか。全部ね自分の好きな角度でね編集して。NHK オンデマンドでぜひ本当に何度も繰り返しご覧いただければなと思いますね。本当にこのももが割れてるところがまたかっこいいですから。そうですよね。かっこいいですね。なんかこれが本当に大きな一歩なんだなっていう意味を感じますよね。メインカメラ、デュアルセンサー、どちらとも異常なし。可動部は36箇所ありますね。海外ってスーパーヒーローって人間と等身大ですけど、日本人はねやっぱりこのねロボットって格別なものがありますよね。確かにそうですね。誰もがやっぱそれをね操縦できたり何かヒーローになる可能性をねなんかね感じますし、これトラブル発生みたいな状態でそうですよね。起動実験そうですね。ということでありますからね。ソフトにもしかしたら不具合があったのか。緊急プロトコルが作動しました。ミッションコントロール、こちらでガンダムを制御できない。オリジナルの AI が動いている。やっぱりね。これもともとこのガンダム自体の過去の遺物として発掘されたものをもとにこれは再現しているので、その元あった AI というかその OS がミスリードしてこういった状況が起きているってことなんですよね。ここならではのそういう設定がある。そうなんですね。でこれをだからマニュアルでもう一回立ち上げ直して軌道を取り戻すっていうことだったようでございます。ぜひよかったね、そういったね、その細かい設定なんかも、そうなんです。ぜひ会場の方とか来ていただくと、入り口付近だったりとかいろんなところにもね、あとパンフレットなんかもねご覧いただけたりとかすると、このガンダムができるまでのその技術者の皆さんの物語をね、そうなんです。絶対に見ます。素直、めちゃくちゃ素直。ただいい子。再び命を吹き返しますガンダム。この辺から手がね、指がマニピュレーターが動き出したのがかっこよかったですね。表情がやっぱありましたね。自分の手をなんか見つめ直すというかね、意志がそうなのよ、感じられましたね。なんか富野監督の優しさという言葉がね思い出させるような感じがありますよね。ツイート見てますと、今年みんな大変な年だったけれどもガンダムが動いて未来への希望を見せてくれました、感動したというね。なんかね、この立ち上がるっていうこのもう一回ね、そのやっぱこうね一度OS がダウンするんですけども、そこからもう一度人間のいわゆるマニュアルで力で立ち上がるっていうのは、ここにもなんかそんなメッセージを感じますよね。やればできるというのをね、確かにいやそういうことですよね。なんかできないとか不可能だからスタートするんじゃなくて、じゃあどうやったらできるんだろう、どうやったらこれって形にできるんだろう、なんかできることないのかなっていう、なんかできる目標に向かってなんかみんなが頑張るって、これから最も大切なことかもしれないですよね。
そんなものをなんかいろいろ深読みしちゃいますね、我々ね。特にね、今年は本当にいろんなこと感じますよね。これだけだってガンダムが立ち上がっただけでこんなに感動をもらえるんですよ。なんか本当にすごい勇気づけられたっていう感じがしますね。こうやって見てると。RX78F00 ガンダム起動。もうね、お好きじゃない、もしくは興味がなかったっていう奥様方とかにはもう我々が何言ってるのか全然わかんないかもしれませんけどすいません、ご主人とかね、もしよかったら立ち上がって今もう熱くなってもうね、なんか発泡酒とかを握りつぶされてるかもしれませんけれども、ぜひお咎めなく本当に許してあげてほしい。許してあげてください。結構いい世代の方が盛り上がってる可能性ありますからね、これはね。もう私がねプラモいじってた頃は小学生でしたからね。いや、こんなことになるなんて思いもつかなかったですよ。はい、すごいよね。動かすたびに足が取れたり腕が取れたりそうなんだよね。立たせるので大変でしたからね。村田君もこれ本当に普段作ってるわけじゃないですか。この苦労もねさることながら、これをここまで大きさにするってすごいことだと思いません？本当にすごいことだと思います。詰め込もうとしたらやっぱり重量も出てしまうしっていう、本当に厳しい制約の中頑張って作り上げたんだなっていうのを考えると感動しますね。で、僕より上の世代の方、リアルタイムでガンダムを見てた方だったり、ガンプラの一番最初のブームの時に作ってた方なんかはさらに僕の知らない感動があると思うとすごい羨ましいです。いやでもね、本当に共通だと思います。これで何か思われるのはね。さあということで、ね、このポーズでは決めでございます。ありがとうございます。今回のねガンダム、原田君、デザインどうですか？やっぱりやっぱり本当に動くモビルスーツを作ろうとしたらっていうデザインになってるので、すごくかっこいいです。むき出しのケーブルだったりシリンダーだったり、あと肩の動力部分とか、あの辺が逆にかっこいいです。そう、なんかね、このねシェイプ感がね、もう同じサンライズアニメとかエルガイムとかね、ああいうのにもなんか共通して、なんかどんどんなんかもっと作ってって気持ちになりますよね。なんかね、もうなんかイデオンいけるんじゃないかみたいな。100メートル。この横からのね。映像もいいですね。素晴らしいフォルム、この、ガンダムですけれども、もう見入ってしまうそのデザイン、外装のデザインでも新たな試みがあったんですね。こちらをご覧いただきましょう。実物大ガンダムはそのデザインにも動くガンダムならではの工夫がある。動かせる重量にするためプロポーションはアニメの設定より細身になった。全身のあちこちに施された切り欠きやくぼみも軽量化を考えたデザインだ。デザインを担当したのはクリエイティブディレクターの川原正樹さん。動くガンダムだからこその新しい姿を見せたいと意気込んでいた。発泡スチロールで作られた実寸大のモデルを見ながら外装のディテールを検討する。そして川原さんはあるアイディアにたどり着いた。この辺りを中心にして全体に放射線状に筋が入っているっていう形で、それが動いた時にちょっと動きを強調して見えるんじゃないかな。それが意外と今までやってそうでやってなかったのかなと。胸を中心に外側に広がっていく線、効果を高めるために色の塗り分けも工夫された。こうした線は筋彫りと呼ばれている。外装パネルの接合ラインなどを表現しディテールを追加するガンプラではおなじみの手法だ。立体感を表現するための塗装にもこんな技法が考案された。幅わずか1センチの溝の中にグラデーションを施すのだ。1.5 ミリずつ溝にはみ出すようにマスキングテープを貼って塗料を吹きつける。遮られた部分は塗装が薄くなり溝の壁面にグラデーションが生まれる。こうして塗装された筋彫りによりリアリティある立体感を表現し、
外装にも動く部分があるかもしれないという印象を生み出すことを狙ったのだ。テレビ画面で見ていたアニメのガンダムを実物大の立体、それも動くものとして本物らしいものに。メカニズムだけでなくデザインでも動きが追求されていた。ねえ、興奮しましたね。いろんな工夫がありました。うなずいてましたね。さあ今現在のガンダムはどうなっているんでしょうか。外の様子見てみましょうか。ガンダムは格納庫に入りましたね。格納されましたね。いや、ここから見ててもね、そのフォルム、デザインの素晴らしさっていうのは改めて感じますけれども、筋彫りですか。はい、グラデーション、はい、でプラモデル、それこそガンプラとかだとおなじみのね、筋、これ墨入れみたいなことですけども、そうですそうです。さらにこれ大きくね、このサイズでやるって大変ですよね。そうですね。筋彫りっていうのは僕もよくやるんですけど、溝を掘ってそこに墨入れ塗料をチューって流し込んでっていうことぐらいなんですけど、筋彫りにグラデーション、なるほどなって思いました。もちろんね、ガンプラサイズではとてもできるゲートではないんですけど、なんかそういう細かい、要は本当に近づかないとわからないようなことなのに、そこまでこだわって計算しているのがすごいなって思いました。白、ホワイトって言ってもいろんなホワイトが使われてるわけですよね。いろいろ本当に分かれてますからね、色もね。それが立体感につながってます。いやさあ、ガンダム動くも世界ツイートトレンド入りしてきましたね。ありがとうございます。世界でも盛り上がってきていると思います。まだまだいきますよ。ガンダム格納されましたけれども、実はですね、運営の方と交渉して今一度ガンダム前に出すことができるということなんですね。お願いをしたということです。しかもその合図は西川さんと本郷さんの合図でなんて素晴らしい番組なんだ。そんなこと可能なんですね。やったぜ。いや、せっかくだから行きましょうか。皆さん、しかも行きましょう。行こう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 しようと思います。まだ愛に震える心があるなら平和を求めて飛べよ飛べよ飛べよ銀河へ向かって飛べよガンダム機動戦士ガンダムさあ、リポーターの鉄道部長でございます。再び制御室の方にやってまいりました。さあ、今まさに大仕事を終えたこちらのお二人に感想を聞いてみましょう。さあ、無事にガンダムが動きましたが、今のお気持ちは石井さん。はい、本当ちゃんと動いてくれて正直ほっとしているのと、あとはこのプロジェクトここまで支えてもらった関係者の皆さんと、あと支えてくれた家族に本当に感謝の気持ちでいっぱいです。はい、ありがとうございます。緊張してるとおっしゃってましたから、全然無事でしたね。よかったですね。ありがとうございます。さあ、そして吉崎さん。はい。はい、私も本当に緊張しました。
実際にねオペレーションを完璧にこなしてくれた皆様と、それから一緒に現場で席に座って、一緒にヒヤヒヤしてくださったエンジニアの皆様はい、やっとここまで来れました。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ明日からいよいよオープンということなんですが、ガンダムのどんなところを見てほしいですか？はい、そうですね。やはり10年前の立像を私自身見たときにすごく近くで見て、その迫力とリアルさに圧倒されたんですね。で今回動くガンダムを作るにあたって、そのリアルさを一歩でも進めたいっていう思いがあったので、ぜひ一番近くでガンダムが動くところを見ていただいて、そのリアルさと迫力を体感していただいたら嬉しいです。ありがとうございます。吉崎さん。はい、本日初めて公開となりましたしゃがみの動き、この動きをぜひ現場で体感していただきたいという思いもありますし、まだまだ新しい動き出てくると思いますので、楽しみにしていただければと思います。世界一迫力のあるしゃがみですからね。こんなしゃがみなかなかないですから。さあそして西川先輩、はいはいはい、もう一度動かしていただきたいと思います。嬉しい。はい、楽しみですよね。いいですか？ありがとうございます。ちなみにですね、起動ボタンなんですが、私押してもよろしいでしょうか？はい、今回特別にではこのボタンを押していただければガンダム動き始めます。押していただきます。すいません、役宅です。部長が動かす感じになってますけど、3人に力を合わせて。さあそうしようか。じゃあガンダム一緒に行こうか。ありがとうございます。準備は整っておりますので、合図をいただければ私がボタンを押してガンダムが動き出します。わかりました。じゃあガンダム行くよ。せーの、RX78 F00 ガンダム行きます。落ちろカトンボ。なんでだよ。来る？来た？来るよ。本当にボタンでスタートなんですね。出てきた。格納されていたガンダム。すごい。さあこの新薬のドラムセット踏み潰せガンダム。この距離はすごいですね。このレンタルのドラムをパールに返せなくするんだ。かっこいい。うわー、デッキが外れて、はい、さあここから出てくる。出てくるよ。の合図でガンダムが来た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 。動き出してきます。すげえ。やっぱ立像は今までもちろん何度も見たことあるんですけど、こうやっぱ動くってすごいですね。このサイズのものが。かっこいい。かっこよくないこれ。かっこいい。欲しい。お二人の合図でガンダムが動き出しました。いやー気持ちいい。これ最高ですね。ありがとう。カナダ君どう？ありがとうございます。よかったね。貴重な素晴らしい体験をさせていただきました。もう興奮ですよね。あ、部長。いや大役を。すいません。お疲れ様でございました。感動しました。ありがとうございます。そうですよね。いやツイート見てますとね、子供の頃の夢だったガンダムが動いている、感動したと。両親に買ってもらったプレゼントがこのガンダムのプラモデルだったんだということですね。感動。さあこの動くガンダムは明日からですね2022年の3月まで1年半にわたって一般公開されます。その時には今披露された動きではない別のアクションが公開されるということなんですね。あるんだって。他にどんな動きができるのか、気になります。動作テストの様子撮影しておりますのでご覧いただきましょう。やった。みんなで一緒に見ましょう。
の最後のポーズはたまらないんじゃないですか。たまらないっすね。もうギャラいらない今日。全然ギャラいらない。だってさ、ちゃんと頭がついてて足もついてる状態でのポーズですからね。腕もついてて。そうなんですよ。ファイナルシューティングのね。いやーポーズでしたよ。たまんないな。ですね。はい、さあステージ上ではフォトセッションが始まっております。すぐそばでこのオープニングセレモニー見守ってまいりました。はい、いかがでしょう。今日の感想を伺っていきましょう。ホモさん。はい、いや僕も今日ギャラいらないです。本当にありがとうございました。いや本当になんかそのすごい瞬間に立ち会うことができて、で皆様も素敵な方で本当に今日は楽しい一日でしたよね。はい、ありがとうございます。どうですか、模型作りにはどう反映それで過ごすそうですか。でも本当にいろいろ参考になる部分がありました。はい、で僕が勝手にここにデカール貼ろうかなとか思ってたところは結構間違ってなかったりとかもして安心しました。本坊さん電飾とかも得意ですもんね。LED でいっぱい光るところありますし、動線の通し方とか参考になりました。うわ見たい作品。ね、これ再現してほしいよね。これね。間近で佐藤さん見ましたよ。はい、もう本当感動でね。あとはまあ5年後になるか10年後になるか1分の1アッザムをお願いします。よりによってアッザム。リアルアッザムリーダーが見てみたくて。でも40周年でここまで来ました。そうですね。次50周年60周年どうなるのかっていう夢も広がりますね。そうですね。もう本当もう模型関係が好きな人間からしてもたまらないんですけれども、もうガンダムっていうそのもの、ロボットそのものがもう各世代にね自分のガンダムがありますんで、一つの歴史ですよ。ね。どのガンダム見てたかでね、だいたいこう今いくつぐらいの人なのかって分かるっていうね。そうですね。聞きにくい時とかにね。そうそうありますねありますね。今日もすぐそばからね中継してもらいましたからね。ありがとうございました。さあそして西川さんツイートを見てますと西川さんのね解説でガンダムを見ていなくてもこの感動をね味わえたというつぶやきもありますし、一緒にその解説を聞いて涙しました。いろんなのがありました。西川さんいかがでしたか。ね、やっぱり今年1年間振り返ってきますとですね、まあいろいろとね自粛だったりとか今もねこうやっていろいろ皆さんもう本当にこう難しい時期だと思うんですけども、そんな中で我々ができることでねなんかメッセージなんかちょっとでも皆さんが元気になっていただけるようなものを今日お届けできたんであればすごく嬉しいなと思ってますし、ぜひね、こちら屋外ですから感染予防対策ちゃんとしていただいた上でですけれども、ぜひお越しいただいてちょっとでもねたくさんの方にご覧いただけると嬉しいなと思ってます。さてここまで横浜の山下ふ頭から、動くガンダムの見どころ生中継で紹介してまいりました。動くガンダムの様子見てきたんですけれどもですねしあさって21日夜10時からですね NHK 総合テレビで、石井さんをはじめとする3人のディレクターの奮闘に迫るドキュメント、ガンダムを動かせを放送いたします。まあ今までね、今動画サイトなんかとかでも、これまでのドキュメントもちょこちょこ上がったりとかしてたんですけれども、そういったものをまとめて NHK でご覧いただけるということでございます。どんな企業のどんな技術がガンダムに使われたのかより詳しく紹介する番組になっていますので合わせてご覧いただければなと思います。こうなってくるとですよ、このプロジェクトに参加した企業の株を買うっていう形で支援するみたいなね新たなパワーをどんどんいくぞっていうねいろんな形でのね支援の形があるというわけですね。よろしくお願いします。振り返りますと2009年ですか、お台場に実物大のガンダムが立った時、あれだけでも我々驚いたんですけれども、西川さん今回は動きました。もうね海外でもねまたガンダムの別のプロジェクトも立ち上がってますけれども、もうねいよいよ自立するんじゃないかともうね自立した上でも動くんじゃないか、そんな希望も持ってますんで、まだまだみんなで応援よろしくお願いします。ツイートを見てますと今年日本ではオリンピックができなかった、コロナのせいでできなかったけれども、ガンダムは動いた、これが世界に向けて発信できた2020年になったんじゃないかとつぶやきもあります。夢に挑んだエンジニアの皆さん今後も楽しみにしていますというつぶやきもありました。ぜひね海外の方にもご覧になりに来ていただきたいですよね。本当はねそのためにもね一日も早くこの感染症をねつかせていきたいと思ってます。いや本当に感動しました。いや本当に皆さんありがとうございました。本当にありがとうございます。ということではね最後になりますけど、それでは皆さん良い宇宙世紀の幕開けをありがとうございました。連続バク転とかしてなんか威嚇トラビスジャパンがメンバーへの不満を